どうもこんにちは、川勝健です。今日はナンバー22のアッパー製作をやっていきます。こちらエイジングが完成した革です。この革は約1ヶ月半から2ヶ月ぐらいエイジングさせてました。どういったことをやってたかというと、こんな風に外に干したりとか、こんな風に晴れた日には森の中に置いて直射日光に当てて干してました。それとクリームを塗って手で塗り込んで、布で拭いたりとかブラッシングをしたりとか、あとはナンバー23の制作時に膝に敷いてこの上で靴を作ってランダムな傷をつけたりとか、そういったエイジング加工をしてきました。こんな感じでこういう加工をやるっていうのは初めてだったんですけど、最初の方はこれ変わってるかなっていうじわじわ変わってくるんで、その変化がよく分からなかったんですけど、ある時からこれは明らかに色濃くなってるなって思い始めましたし、ツヤ感も増して、でやっぱり柔らかさすごいね、ふにゃふにゃなわけじゃないんですけど、くたっとした感じも出てますね。これはやっぱり、揉んだりもしましたし、クリーム何度も塗り込んで、それが染み込んで行き渡っているっていうのもあると思います。あとはですね、実際に履くことを考えると雨とかにね多少打たれたりすることもあると思います。で実際これは雨には打たれてないんですけど、ちょっと水で濡らしたりとかして、で水って濡らして蒸発する時にやっぱりちょっと変わってねカサッとなるんですよ。それを利用してまた水が蒸発した後はしっかりクリームを入れてみたいな、そういう、繰り返しをしてきました。どんな感じになってきたかお見せします。こんな感じでやれてる感は見えるんですけど、パッと見だと綺麗なね革にも見えると思います。ただ色味としてはまずこちらエイジングする前の革でした。これ肩の方で、こっちお尻の方なんですけど、肩の方は切ってエイジングさせずに保管してました。こんな感じ。これが元々の革ですね。この肩の方っていうのは結構トラもあるんで、またお尻の方とは若干質感違うんですけど、色とか表面の質感とかはこれが元の状態ですね。つるっとしてね、非常に綺麗な革でした。それが今こんな感じ。明らかに色が変わってますね。色が濃くなって深みが増しています。で濃くなり方っていうのもやっぱり均等ではなくて、この中心部は一番よくクリームを塗ってますし、エプロンにする時、この上で靴作りをする時っていうのもこの辺が中心になってます。なので端っこの方に比べると中心部の方が少し色が濃いのが分かります。もともとはこんな感じの表情だったんですけど、エイジング加工したものはこんな風になってます。そして傷とかもねちゃんとしっかり入ってまして、靴作りをこの上でした時の傷、もともと多少傷もあったりする革なんですけど、あとちょっとこういうシミとかね、このシミは、これはあえてつけました。ちょっとランダムに液体っぽいクリームを散らすように染み込ませたりとかですね、アルコールをちょっと跳ねさせるような感じにあえてしたりとか、そんな風にしてエイジングをさせてきました。グッと皮を持った時のこんな感じ。やっぱりこっちの方がエイジングさせてない方が張りがあります。これは正直こっちの方が好きっていう人もいるとは思うんですけど、やっぱりねこの実際に皮を見てみると、こっちも綺麗でいいんですけど、こっちのエイジングさせた方のオーラっていうか奥行き感っていうのはかなりのものがあります。で結構この革っていうのはラフな質感もある素揚げの革で、天然の雰囲気がもともとある革だったんですね。でそれがエイジングさせていくことによってよりはっきり出てきたというか、例えばこの辺一番お尻のいいとこなんですけど、きめ細かい感じですよね。全体的にこの皮もみ込んでるんですけど、その時にこの辺はやっぱりこのきめ細かさがあります。ただ端っこの方に行くとかなり荒々しくなりますね。この辺は正直靴作りには使えない、結構ブヨブヨしてて耐久性に難ありなので使えないんですけど、
綺麗な状態の皮だとこの端っこの方までかなり綺麗に見えますけど、皮が揉み込まれる、つまり吐き込まれた状態になってくると皮の部位による良し悪しっていうのはかなりはっきり出てきます。この辺が最もいい部分で、端にかけて荒々しくなっていきます。こういう荒々しい表情が好きっていう方ももちろんいると思うんですけど、これは正直ですね、荒々しい表情が好きで済まされるものではなくて、ちょっと銀面が浮いてる感じとか、繊維の粗さっていうのがそういうものから来てる表情なので、この表情が好きだけでこの辺を使っちゃうと、ちょっと靴としては耐久性とかね、履き心地にフィッティングに難ありになると思います。なので、今回このエイジングした革を使って作っていきますが、やることは普段の靴作りと変わらず、ここに型紙を当てて裁断していくんですけど、このエイジングの表情を見ながら、革の質とかもね見ながら、エイジングしたから見えてきた革の質っていうのもありますので、そういうのを見ながら型入れ裁断していきたいと思います。デザインはエプロンフロントダービーです。僕が最も好きなデザインの一つと言ってもいいですが、 U チップですね。手縫いのつまみモカのある U チップを作っていきます。このエイジング具合とか傷のついてる具合とか、そういうのを見ながら、別に傷を避けたりするわけじゃないんですけど、場所によっては避けつつ、場所によっては入れつつ、実際アッパーを作ってみないとどういう風になるかわからないんで、すごく楽しみですね。裁断したら、まずモカ縫いの穴を開けていきます。今回はつまみモカ、つまみ縫いなので、革の継ぎ目とかはないんですけど、一枚の革をつまむようにして縫うことによってぷっくりとした飾りをつけるような感じですね。今回こんな感じで結構細かめに穴を開けてます。ちなみにスキンステッチではないです。この穴は裏面まで貫通しています。ちなみにこのモカ縫い、細かく縫えば縫うだけいいっていうわけではなく、もちろん縫い目のピッチとかこのモカの幅、太さですね、そういう設定でそれぞれ表情が違ってくるので、今回は細かめ、そして少し細めな感じでやってるんですけど、もうちょっとピッチを粗く太く縫う方がいい場合も多々あります。やっぱ細かく縫うと少し繊細な雰囲気は出ますね。今この靴は革は結構エイジングされていて、ドレッシーな感じでフォーマルな感じじゃないんですけど、だからこそこういった縫い目ディティールなんかでいろんな意味でバランスをとっていきたいなと思います。ちなみにこの革結構オイルがもともと含まれていますので、プラップします。縫ったところ皮がこうギュッと締め付けられて色が薄く抜けてますね。こういう表情の違いというかグラデーションみたいなのも非常に面白いところですね。グッと曲げるとブラップ、少しこうやって残りますけど、時間経つとまた元に戻っていきます。すごく質感がコード版みたいですね。もともとの革質ももちろんなんですけど、クリームほんとかなりしっかり入ってるんで、ツヤ感とかなんていうか、このしなやかさ、コード版みたいな質感がありますね。革好きの人はたまらない質感です。
こういうエプロンフロントのデザインパターンって、この羽の部分、トップラインの部分、いくらか種類があります。これってこのトップラインに切り返し、こういう細いパーツがつくっていうのがクラシックなデザインなんですけど、これなぜかというと、もともとこれブーツのデザインでもうちょっと高さがあってですね、で一枚革ではいけないので、このブーツ分のつながり、ブーツ分の革を継ぐためのラインがもともとこれだと思います。だから単月にするとこう細くなっちゃうんで、結構デザイン的な意味になってくるんですけど、一応そういう元々の由来があるということですね。で MTO のモデルであるチェスナットもこういうふうに切り返しがあります。ただ、今回はちょっとチェスナットとは少し変わってますね。この部分も別パーツでくっついてるんですけど、この切り返しのラインがここで止まるタイプと羽の先端まで行くタイプの2種類が主にあります。チェスナットはここで止まるタイプですね。今回は切り返しが羽の先端まで行くタイプで作っています。この細い麻糸にチャンを塗ります。この切り返しラインの下にダブルセッチ入れていくんですが、これ手縫いでやっていきます。ミシンで穴だけ開けてあるので、そこに手縫いでステッチを入れていきます。麻糸、さっきチャンを塗った麻糸を使っています。この上はミシンステッチですね。で、今縫ってる下が手縫いです。少しミシンの糸よりも太い麻糸ですね。これはあえてミシンじゃなくて手縫いすることによって、この太い糸だったり、この麻糸の質感、そしてこの手縫いならではのみちっと詰まった質感っていうのが出てきます。はい、ということでナンバー22エイジドヴィンテージダービーアッパーが完成しました。やっぱり、時間をかけてエイジドレザー作ってきた甲斐があって、ものすごくもうアッパーの時点で風格がありますね。そして今回はこの風合いに合うようにちょっと手縫いなんかも、多めに入れつつアッパー作成しました。ここですね、このモカ縫いの細かめな手縫いだったりとか、この羽の切り返し部分の手縫い、このモカ縫いの部分っていうのはこう皮をつまんでぷっくりさせるためにこう手で縫う意味があるんですけど、ここって正直言って平面で縫ってるので、別に手縫いじゃなくてミシンで縫っても全く同じことになるんですけど、やっぱりこの手縫いならではの糸の質感っていうのがあるので、手縫いにしては相当細かくやってるので、めっちゃ大変だったんですけど、やっぱこの上の
ミシン縫いともまた違う表情が出ていますね。エイジドレザーですね。この色味だったりシワ感、傷、色ムラ、そういうのも、考えながら型入れですね、この型紙を取ってますので、イノシシ側では野生の天然の傷がついてる、それも個性として使いますよという話をするんですけど、今回この場合は野生で自然についた傷じゃないんですけど、ある意味自然についた靴作りの間についた傷だったりとか、もともとの革が持つ素材由来のシワ感がエイジングさせることによって表出してきた部分とか、そういうのが各所にあるので、それを活かしながらアッパーにしました。革自分でエイジングさせながらどんな風になるんだろうな、どういう癖になるんだろうね、すごく楽しみだったんですけど、アッパーにしてみて、エイジングさせた甲斐があったなと思います。ということでこれアッパーを使って靴作っていきます。それではまた。